皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日は、ダンベルカール、ハンマーカール、リバースカールの3種目についてまるっと解説していきます。丸々とした太い腕を手に入れるために、これらの種目に取り組んでいる人は多いと思いますが、最大のトレーニング効果を得るためには、対象となる筋肉の特性や、各トレーニング種目のメカニズムを理解して、トレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかしそのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、1、上腕二頭筋、腕頭骨筋、上腕筋の構造と働き、2、ダンベルカール、ハンマーカール、リバースカールのフォーム、3、よくあるエラー動作、4、効果的なセットの組み方、5、年間トレーニング計画の立て方。以上5点について、できるだけわかりやすく解説していきます。このチャンネルの中では過去一の情報量となりますので、ぜひ最後までご視聴ください。トレーニング初心者の方はもちろん、中上級者の方も今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。それでは、たくましい腕を構成する筋肉について見ていきましょう。まずは上腕二頭筋。肘を曲げ、開外する働きがあり、山のような力こぶを形成します。開外とは、このように前腕を回旋する運動のことで、親指が外側に向かっていくことを開外、内側に向かっていくことを開内と言います。上腕二頭筋は、開外すると緊張が高まり、開内すると緊張が緩みます。したがって、開外した状態で肘を曲げると上腕二頭筋が強く働き、開内した状態で肘を曲げるときは上腕筋が強く働きます。また、開内開外中間位、つまり親指が上に向いている状態で肘を屈曲すると、腕頭骨筋が強く働きます。これらの筋肉を個別に着実に発達させることによって、太くたくましい腕を手に入れられることが想像できると思います。それではフォームについて見ていきましょう。まずはダンベルカール。開始姿勢。グリップは肩幅で手のひらを前方に向けダンベルを握ります。スタンスは腰幅。膝を軽く曲げて立ちます。肘を伸ばし視線は前方へ向けセットします。上げる動作は手首を常にまっすぐに保ち、肘をゆっくり曲げダンベルを持ち上げます。動作中は体幹を保持し、体が前後に動かないようにします。下ろす動作は上げた時と同じ軌道を通りスタートポジションに戻ります。より筋肉に集中したいという方は、オルタネイト、つまり左右交互に行う方法もありますので、もしよろしければ試してみてください。続いてハンマーカールです。開始姿勢は手のひらを体に向けダンベルを持ちます。スタンスは腰幅で、膝を軽く曲げて立ちます。肘を伸ばし、視線は前方へ向けてセットします。上げる動作は、肘の位置を固定したままゆっくり曲げていきます。動作中は体幹を保持し、体が前後に動かないようにします。肩の少し前までダンベルを上げます。下ろす動作は、上げた時と同じ軌道を通り、ゆっくりスタートポジションに戻します。ハンマーカールのポジションから前腕を開外しながら肘を曲げていくスピネイトカール。これは冒頭に紹介した上腕二頭筋の働きである肘の屈曲と開外を合わせた動作でトレーニングができる種目になり、バーベルではできないダンベルの特性を活かした種目と言えます。続いてリバースカール。手のひらを下に向けダンベルを持ちます。スタンスは腰幅で膝を軽く曲げて立ちます。肘を伸ばし視線は前方へ向けてセットします。上げる動作は肘の位置を固定したままゆっくりと曲げていきます。動作中は体幹を保持し、体が前後に動かないようにします。肩の少し前までダンベルを上げるようにします。下ろす動作は上げた時と同じ軌道を通り、ゆっくりスタートポジションに戻します。続いてよくあるエラー動作です。
上げる動作で肘を後ろに引いてしまう。肩後面の筋肉が関与してしまい、上腕二頭筋への刺激が弱くなり、トレーニング効果が減少します。そして、上げる動作で肘を前に出しすぎる。水平距離がなくなってしまい、上腕二頭筋への刺激が弱くなり、これもトレーニング効果が減少します。ここで、なぜ肘を固定しなければいけないかについて、バイオメカニクス的に解説します。通常、筋肉への刺激の大きさは、運動する関節と重りの水平距離と比例します。したがって、アームカールの場合、水平距離が最大となる、肘を90度屈曲したあたりが、筋肉への刺激が最大となります。逆に、前腕が垂直になったところでは、水平距離がゼロとなるため、筋肉への刺激もほぼゼロとなります。このような理由から、アームカールを行う際には、肘をしっかりと固定して行うように注意しましょう。しかし、トレーニングボリュームを担保するテクニックの一つとして、レストポーズ法を行う場合は例外となります。レストポーズ法については上級者のテクニックとなりますので、また別の動画で解説したいと思います。動作スピードが速すぎる。上腕二頭筋への刺激が弱くなり、トレーニング効果が減少します。上体の煽り動作を使う。反動で上げてしまい、上腕二頭筋への刺激が弱くなり、トレーニング効果も減少してしまいます。可動域が狭くなる。筋肉のストレッチポジションでの負荷がなくなります。それによりトレーニング効果が減少します。腕を伸ばしたまま休んでしまう。休憩になってしまい、上腕二頭筋への刺激が弱くなります。ただし、先ほども言った通り、レストポーズ法を行う場合は例外となります。続いて、効果的なセットの組み方について説明していきます。まずはステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。ベンチプレスのような多関節種目と違い、アームカールのような小さい筋肉を狙う単関節種目では、高重量で反復回数が10回を下回るようなトレーニングを行うと、可動域が狭くなったり、反動を使ってしまい、筋肉の成長が最大化しないばかりではなく、腱などを痛めてしまう危険性も高まります。特に初中級者の方はこのことをしっかりと理解しておいてください。年間トレーニング計画は、まずはじめにステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月継続したら、ステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は、筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になれば、もっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。また、この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄にいただけると嬉しいです。公式 LINE や Instagram、X のリンクも概要欄に載せておきますので、メッセージ、DM などでお気軽にお問い合わせください。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたらぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。